はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、配当金大幅増、サプライズ決算の損保大手3社と題してお送りいたします。はじめに、MS&AD インシュアランスグループホールディングス、証券コード8725についてお話しします。先頃発表された2023年度の連結純利益は3692億円となりました。これは前年度期比で 75% の増加であり、大幅な増益となりました。今年度の業績予想については、当期純利益は前年度期比 65.2% 増の6100億円と高い成長が見込まれています。増益の要因としては、政策保有株売却の影響が大きいですね。政策保有株とは、他社との影響上の関係を構築、維持するために保有する株式のことです。MS&AD インシュアランスグループは、2024年度に6750億円の政策保有株を売却し、5500億円の売却益を見込んでいます。2023年度の配当金は、当初予定の1株当たり240円から30円増配されて270円となりました。2024年度の配当金は145円の予定です。一見すると下がっているように見えますが、株式分割のため、実質的には前期から55円の増配になります。ただし、中間配当のうち 22.5 円は特別配当とされています。これは、来期以降業績が悪化した場合、特別配当がなくなる可能性もあります。当社の株主還元方針は、利益の 50% を配当金及び自己株式取得に充てることです。今回発表された自社株買いは、発行済み株式数の 8.2% に相当する1億3000万株、金額にして1900億円を上限としています。この発表により、株価は決算発表翌日に 15% 以上急騰しました。現在の株価は3302円で、配当利回りは 4.39% と非常に高い水準にあります。1年間で株価は2倍になり、時価総額は5兆円を突破しましたが、配当利回りは依然として高水準です。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3302円に対して、目標株価は2423円で、マイナス 26.6% の下落余地があります。高決算で株価が上昇しすぎた、と見ているようですね。次に、東京海上ホールディングス、証券コード8766についてお話しします。2023年度の最終利益は、前年度期比 85.7% 増の6958億円となりました。2024年度の業績予想は、経常利益で1兆2000億円、純利益は8700億円を見込んでいます。そんなに儲かっているなら、自動車保険とかの保険料を下げてほしいですよね。2023年度の1株当たりの配当金予想は121円でしたが、2円増配されて123円となりました。2024年度は36円増配されて159円の予想が開示されました。また、2024年3月末で3兆5000億円ある政策保有株は、今後3年で半減、6年でゼロにする方針です。年間6000億円ペースで売却する予定です。今期の売却益予想は3900億円であり、これが実現すればさらに利益が増加する見込みです。現在の株価は5349円で、配当利回りは 3% です。チャートを見ると、綺麗に上昇していますが、やや上昇スピードが速いのが気になりますね。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、5349円に対して、目標株価は4500円で、マイナス 15.9% の下落余地があります。目標株価がおしめ買いの目安になりそうですね。最後は、損保ホールディングス、証券コード8630についてお話しします。24年3月期の連結経常利益は、前期比の約10倍の4880億円に拡大しました。3倍どころか、なんと10倍ですよ。同時に、今期の年間配当は12円増配し、112円の予定としました。これで、3月末日割当の
株式分割を考慮した実質配当は 12% の増配となりました。しかし、25年3月期は、その反動もあって、前期比 34.4% 減の3200億円に落ち込む見通しとなりました。また、発行済み株式数の 4.04% にあたる4000万株、770億円を上限とする自己株式の取得を発表しました。配当金と合わせた総還元額は1759億円を予定しています。新たな還元策として、政策株式売却益の 50% を還元すると発表しました。損保ホールディングスも他の2社と同様に1兆8000億円ある政策保有株を全て売却する方針です。2030年にゼロということは年間3000億円程度を売却することになります。株価についてはここ3ヶ月は横ばいの動きです。現在の株価は3167円で配当利回りは 3.54% です。やはり今年度の業績予想が伸び悩みの原因でしょう。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3167円に対して目標株価は3941円で 24.4% の上昇余地があります。ここからの上昇は業績次第ですね。最後に今回取り上げた3社の比較をしてみましょう。今回発表された2023年度の1株当たりの利益では損保、東京海上、MS&AD の順ですが、2024年度の予想では東京海上、MS&AD、損保の順になりますね。ROE、自己資本利益率や ROA、総資産利益率を比較しても東京海上が強いですね。さすがの三菱系といったところでしょうか。この3社の中で私が買うならやはり東京海上でしょうね。他の2社が悪いかというと決してそうではありません。日経累進配当指数の構成銘柄にも選ばれていますので安心して買えますね。皆さんの考えはいかがでしょうか。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。